はい、金坊主です。今回もカモシカ EX と2週連続同じキャンプ場、同じキャンプサイトでキャンプしていこうと思います。いきなりですけど、これ何やと思います？こちら、脚立なんですね。そう、ハイエースの上にですね、ルーフボックスを置いたので、さすがに届かないというところで脚立を買ってきました。この脚立なんですけれども、なんと IGT 規格対応と。フラットバーナーがね乗るんです。前回と一緒でバンガローついてます。前回と違うのは奥様もついてきてるし、ワンコもついてきてる。なんでうちの家族総勢で。なのでリビングが必要やなというところで、前回は薪ストーブ使うために銀河っていうテント使ったんですけど、今回はそんな寒くもなさそうなので、リビングにはスノーピークのゼイズプロを準備しております。これはね、本当にいいテントで、何回かね、動画も出してますが、うちの家族が見るのは初めてですね。息子は見たことあるんですけど、それ以外のメンバーは初めて見たテントなので、こんなん持ってたんかというふうに言われました。4本でね、簡単に設営できるので、インナーテントもね、くっついてきてて、2人ぐらいであれば寝れる。で、今回は僕とワンコが寝ればいいんですけれども、家族5人プラスワンコでリビングで過ごすってなってくると、インナーテントをつけちゃうとちょっと大変かなというところがありました。もう一個テント持ってきまして、タープエクステンション4プロエアと。スノーピークがブラック缶以上やったかなと思うんですけど、受注生産で販売していたテント、こちらも持ってきました。立てる機会がなかったっていうのがあるんですけど、これを僕とワンコのインナーテントとして使っていこうかなと思います。でこちらは、スノーピークのテントの中ではちょっと珍しいタイプ。四隅ペグダウンして、で、2m80 のポールを入れると使える、ワンポールテントになっております。今買うとしたら、説法祭で発売されたやつが5万円台ぐらいまで値下げされてるやつがあるので、それを買うことはできます。プロエアの生地は受注生産なので、もしかしたらまた今年ロイヤルギアとして出てくるかもしれないですけれども、基本的にタープエクステンションなので、この先にですね 2m80 のポールをもう一個作って、でタープを設営して、そのタープのポールを使ってテントを設営するというところで、タープ自体も買ったんですけれども、今回はこれは寝る用というところ、3分の2ぐらいはインナーテントなので、サイズ的にインナーテントなくても使えるテントかなとは思いますが、今回はワンコいますので、脱走されちゃうと困ります。なのでこんな感じのインナーテント内を作ってみました。敷いてるのはですね、ランドロックのインナーマットを敷いてます。ちょうど奥行きも幅も若干余るぐらい、そのインナーテントのマットが余るぐらいなので、ほぼほぼランドロックのインナーテントサイズ似てるかなというところで、家族5人寝ることもできるかなというふうに思っていますが、今回はサムトピアのエアーマットにグランドお布団でワンちゃんのお布団、これで今回はテント2つ設営プラスバンガローと、だいぶ設営に時間がかかりましたけれども、やってみたかったキャンプなので、最終的に子供たちと奥さんはバンガローでエアコンついてる部屋でぬくぬく寝て、私とワンコはこっちのインナーテント付きのエクステンション4プロエアでダイナミックヒーターつけて寝る予定でございます。夜はマイナス1度ぐらいにはなる予定なんですけれども、全然問題ないし、いけるだろうと。で、ゼイズプロ、今回のリビングの中では奥さんがチャーハン作ったりとかラーメン作ったりとか、あと焼いたりとかしてるんですけれども、私の方もね、せっかくこれを持ってきたのでご飯作ろうと思ったんですが、焼き鳥をしようかなと思います。で、焼き鳥をするときにですね、炭で焼こうか何で焼こうかなと思ったんですが、炭で焼くのはちょっと時間かかるし、
で、焚き火台で焼くとしっかり焼けるかどうか、もしくはもう火が強すぎて焦げちゃうかもしれないので、こちら岩谷の炙り屋2ってやつを買ってきてですね、これでガンガン焼き鳥を焼いていこうかなと思います。楽ですね。で、外で使うとどうかなと思ったんですけど、風防しっかりしているので、外でもガンガン焼けました。焼き鳥、うちで食べることってあんまない。皆さんもそんなに焼き鳥家族で食べるってないのかもしれないなと思ったんですけど、焼いてみてですね、食べてみたら、子供たちめっちゃハマったみたいで、まだないのってことで、今回20本しか持ってこなくてですね、そんなにみんな食べると思ってなかったんですよ。なので、次回からもし焼き鳥するんであれば、40本から60本ぐらい持ってきてですね、しっかり焼いてあげようかなと思います。ということで、お酒いただきつつ焼き鳥屋さんをしようかなと思います。子供たちと奥さんはチャーハン食べて焼き鳥食べに来て、ラーメン食べて焼き鳥食べに来て、私の元にもシェラカップの中にチャーハンが入ってたりラーメンが入ってたりとする。結構煙出るので、さすがにやっぱテント内でやると煙たいかなと思って外でやったんですけれども、外でやってよかったです。すごい煙ですね。焼き鳥ルやったかな。炭のやつもあっていいなと思ったんですけれども、キャンプでね、炭を使ったこと実はあんまりなくて、というかほとんどないですね。バーベキューするみたいなこともあんまなくて、やるんであればもう焚き火の上に網置いてちょっとなんか焼こうかなぐらいしかやってなかったので、今年は炭にも挑戦したいなと思いつつ、やっぱ準備と、でなかなか火が消えないから、火消し壺とか持っていかないといけないなとか、そもそも炭を買って持っていかないといけないとか、その辺を考えると、薪はあるけれども炭はとか、薪と炭両方買うとか、皆さんどうなんですかね。結構炭使ってたりするのか。で、焚き火のねリクエストがあったので、久しぶりに出してきましたスノーピークの焚き火台 L にプロがいいです。すごくいいんですけれども、この後ねみんなマシュマロを焼いて楽しんではりましたけれども、でかいですね。薪の消費が半端ないと。今回はもうバンガローにみんなすぐ行くだろうというところで薪を1ケースというか1束買いましたけれども、これがバンガロー行かなかったら3束ぐらいいるなというぐらい、やっぱしこの組み合わせ効率悪いですね。めちゃくちゃよく寝れて、朝起きたらまだマイナスやったので、石油ファンヒーターをつけて、こちらがマウント炭のオイルストーブですね。ここの調整がやりすぎると火の勢いはすごいし、すすもすごいし、でもちっちゃくしすぎるとですね、火の勢いが弱いので、まずそもそもその火の勢いを出すようなもんではないんですけれども、お湯沸かしたいってなった時、ちょっと調整が難しいなというところで、やっぱロマン枠かな。肉焼くとかお湯ガッて温めるってなってくると難しいかなと思ったんですけれども、めっちゃお湯沸かしてみました。もうすすがすごい。だからお湯はしっかり沸いたので、コーヒーをね、いつもなんか最終的にコーヒー飲むタイミングなく帰っちゃうんですけど、今回はちゃんとコーヒー入れて飲もうと思って。やっぱ朝一外で飲むコーヒーはうまいですね。では帰ろうかなと思います。今回はですね、ワンコと一緒にキャンプ with 家族なんで、こっちのテントの方には私とワンコしかいなかったので、いろいろとね見ていこうかなと思いますが、まずこちらがダイナミックヒーターデロンギ。
オイルヒーターより小型で、温まりやすい。消費電力が28度のマックスにして、だいたい800ワットぐらい。なので、1500ワットの電源サイトであれば全然使えるかなと思いますし、ちょっと弱くすると500ワットぐらいで動くので、他の電化製品とか、例えば電気カーペットとか、そういうのを併用するときにも使えるかなと思いますので便利です。私がキャンプ行くときは、このスノーピークのね、リュックの方に、お着替えであったりとか、細々したものは全部入れております。ちょっと着替えます。はい、着替えが完了しました。次。寝床を片付けていこうかなと思います。まずスノーピークのグランドお布団のシングルですね。こちらはめちゃくちゃ暖かいです。めちゃくちゃでかいんで、ダブル、シングル、どっちもめちゃくちゃでかいし、あと、お布団なので、下何か暖かい対策しておかないと寒いんですけれども、これはね、本当に暖かいですね。冬キャンプはもう間違いなくこれあればぐっすり寝れるかなと思いますし、これに変えてからキャンプの睡眠向上しましたね。これがお布団ですね。で、次に、これもね、ずっと使ってます。ズックの枕ですね。本当にね、枕なんですよ。エアーピローとかは違ってですね、本当に枕なんですよ。ただその枕をギュッと絞ったらちょっとちっちゃくなって、収納袋に入るというだけなんで、めちゃくちゃこの枕はいいです。チラチラ見てんのは、バンガローからたまにね、子供が出てきてですね、トイレとか手洗うとかいたときは僕が出ていかないといけないので、それをこうチラチラ見ている感じです。で、次がこの上に敷いてるやつですね。スノーピークのウォームアダプター。2025年に出たシステムお布団。結局、まだ使ってないというか、キャンプでは投入してないんですけれども、動画は出しましたが、それに、使えますよっていうフリースの、本当はこの間にね、中に入ってぬくぬくできるってやつなんですけど、うちはこれをもう、敷布団というか、敷布団カバーみたいな感じで使ってます。フリースなので、ちょっと静電気出やすいっていうのがあるんですけれども、それを抜きにしてもめちゃくちゃあったかいです。でもちろん寝袋チックにも使おうと思ったら使えますし、今回みたいにこう広げてですね、でこう下に引くとすごく寝心地がいいので、今回使っているね、この後空気を抜いていくエアーマット、エアーマットといい感じで組み合わさっていい寝床になった。今回はもうほぼ起きなかったですね。だいたい10時ぐらいから朝の6時ぐらいまで、それまではね、ぐっすり眠れたので、この組み合わせがいいかなというところで、エアーマットに行ってほしいんですけど、まずワンコのお布団というところですね。これもスノーピークのワンコのドッグお布団なんですけれども、一回ですね、ワンコが入ってる時に、手突っ込んでみたんですけど、めちゃくちゃ暖かかったですね。さすが値段、まあまあするだけあるなと思いました。これは暖かいな、お前。それは出てこんわなと思って。で、夏になったら、これの上にね、寝てたりはしますので、買ってよかったなと。コットもいいですけれども、やっぱなんかこう見てて、すやすや寝てるので、気持ちいいんやろうなと。本当はスノーピークのちゃぶ台を持ってきてですね、いつもそこでポンと置いて設営が簡単なので、ただ、ちゃぶ台をですね、子供がね、上に乗っちゃって壊しちゃったんですよね。でも、なんか修理 しようがないぐらい壊れちゃったので、これはまあしゃあないなというところで、買い直そうかどうか、今悩んではいるんですけど、なんか説法祭とかでなんか限定ちゃぶ台とか出たら悔しいなと思って書いてはないんですけどね。はい。で、この全圧のテーブル、めちゃくちゃいいです。重ねれるし、で設営も楽だしと
こういうインナーテントの時とかで行くと、ちょっと物を置きたいとか、あとはちょっとね、なんかこう料理したいってなった時にね、IGT 企画対応なので、こちらもおすすめです。ぼちぼち販売されるんじゃないかな、再販されるんじゃないかなというふうに思っております。で、次がクラファンで買ったワン&コーのワンコ用の水入れと餌入れですね。シェラカップが入るんですけれども、こんな感じで蓋をすることもできます。高さがね、絶妙に良くて、あと高さの調整もできるので、一点気になる部分でいくと、下の木がちょっと長くてですね、ボックスとかには入らないんですよ。だからちょっと持ち運ぶ時が大変なんですけれども、まあ、電のこ持ってるので、ちょっと電のこでカットして、ヤスリかけて、うちの家仕様にしようかなと思いながらいつもやってないんですけれども、ちょっとだけね、長いんですよ。これがもうちょっとだけ短くなったら、カーゴボックスとかに入るなと思っております。はい。トイレというところで、トイレ対応してきます。戻ってきました。じゃあ最後の大物ですね。こちらがサムトピアのエアーマット。エアーマットなんですけれども、分厚さもあって、インフレーターマットに近いような寝心地。インフレーターマットよりも寝心地僕はいいかなと思っております。これは、本当に寝れますね。はい。空気が全然抜けないし、その分空気抜くにも空気入れるにもですね、この専用の電動の空気入れがないと空気が入れにくいし、空気が抜けにくいっていうのはあるんですけど、これはね、簡単にこの電動なのですぐね、準備して寝て、ですぐ帰れるのは帰れるんですけれども、これはですね。で、またコンパクトになるので、普通のインフレーターマットよりもちっちゃく、エアーマットよりはちょっと大きいんですけれどもね。これは案件でいただいたんですけれども、めちゃくちゃ気に入ってます。ただ、やっぱしでかいんですよね。普通のマットよりもでかい。家族でこれを使うってなってくると、だいぶ大きいテント、ランドロックとか、そうになるかもしれへんなと思います。かなりコンパクトになりますし、結構インフレーターマットとかって空気抜くの大変やったりするんですけど、専用の空気抜きもあるし、あとはくるくるくるっとね、まとめてしまったら入りますので、個人的にめちゃくちゃおすすめなキャンプ用のマットです。それじゃあ帰ろうかなと思います。パリピがいますね。子供がね、楽しんでくれるんやったらいいと思います。ちなみになんかナルトダンスを踊ってるらしいんですけれども、とりあえず盛り上げておきます。次回の動画もよろしくお願いいたします。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la